こんにちは。イオンチャンネルドラッグディスカバリーラボです。今回は GABA-A 受容体のポジティブアロステリックモジュレーターとして知られるズラノロンについて紹介します。ズラノロンは2023年にアメリカで産後うつに対する初の経口治療薬として承認されました。さらに日本では2025年に大うつ病性障害、つまりうつ病、うつ状態に対する治療薬として承認されています。先日のケタミン、S ケタミンについての動画でも触れましたが、これまでのうつ病治療薬はセロトニンやノルアドレナリンといったモノアミン系を中心に発展してきました。一方でズラノロンは神経活性ステロイドとGABA-A 受容体という少し違った視点から開発された薬です。この動画では産後うつはどのような疾患なのか、なぜホルモン変動やストレス応答が関係するのか、そしてズラノロンがどのような創薬ストーリーから生まれてきたのかを見ていきます。まず産後うつについて簡単に整理します。産後うつは英語でポストパータムディプレッション、略して PPD と呼ばれます。産後うつでは抑うつ気分、不安、焦燥、興味や喜びの低下、睡眠障害、疲労感、自責感などが見られます。また赤ちゃんとの関わりが辛くなることもあり、重症例では起死燃料にも注意が必要です。発症しやすい時期は出産後の数週間から数ヶ月です。有病率は報告によって幅がありますが、およそ10から 15% 程度とされ、母親本人の QOL だけでなく、育児、家族関係、社会生活にも大きな影響を与えます。これまで産後うつに対しては心理療法や SSRI などの従来型の抗うつ薬が使われてきました。一方でこれらは現在も重要な治療選択肢ではありますが、効果が出るまでに数週間がかかることがあり、すべての患者さんで十分な改善が得られるわけでもありません。そこで注目されたのが、出産前後で大きく変動する神経活性ステロイドとストレス応答の変化です。特にアロプレグナノロンと呼ばれる神経活性ステロイドが急激に低下した後、脳がその変化にうまく再適応できないことが産後うつの病態に関係する可能性が考えられています。この考え方から神経活性ステロイド系の作用を利用した新しいタイプの治療薬が開発されてきました。ここではホルモン変動がどのように気分に影響するのかを見ていきます。左側にコレステロールからアロプレグナノロンが作られる経路を示しています。コレステロールからプレグネノロン、プロゲステロン、5α-DHP、そして最終的にアロプレグナノロン、略してアロが作られます。このアロは単なるホルモン代謝物ではありません。脳内で GABA-A 受容体に作用し、神経活動を抑える方向に働く神経活性ステロイドです。右上の図では通常時と産後の状態を比較した図を示しています。通常時には GABA とアロが GABA-A 受容体の機能を支えることで不安を抑える方向に働きます。一方、妊娠中はプロゲステロンやアロの濃度が高い状態になりますが、分娩後にこれらの濃度が急激に低下します。この変化そのものが
必ず産後うつを引き起こすという話ではありませんが、この急激なホルモン変動に対して脳の GABA-A 受容体のシステムがうまく再調整できなかった場合に産後うつの症状を引き起こす可能性が考えられています。下の図には月経周期に伴うホルモン変動と症状の関係も示しています。 PMS や PMDD は産後うつと同じメカニズムというわけではありませんが、同様にアロの変動に対する GABA-A 受容体の反応性が症状に関わる可能性が考えられています。つまり気分の不安定さを考える上では、ホルモンの量の増減だけでなく、脳がその変化をどう受け止め、どう適応していくかというところが重要になります。このスライドは前回のケタミン、S ケタミンの動画でも示した図になりますが、うつ病は一つの分子や一つの経路だけで説明できる疾患ではありません。今回の動画で特に注目するのは、この中の HPA 軸です。HPA 軸はストレスに対して体と脳が反応するための中心的なシステムです。産後うつやズラノロンを理解する上では、神経活性ステロイドが GABA-A 受容体を介してこのストレス応答にどのようにブレーキをかけるのかが重要になってきます。ここで HPA 軸について整理します。HPA 軸は日本語では視床下部、下垂体、副腎皮質系と呼ばれ、体がストレスに対処するための主要なホルモン伝達システムです。睡眠不足、対人関係や仕事のストレス、感染や病気、痛みの外傷などさまざまなストレス刺激が加わると、脳の視床下部から CRH が放出されます。 CRH は下垂体全容に作用し ACTH の分泌を促進します。 ACTH はさらに副腎皮質を刺激しコルチゾールの分泌を促します。コルチゾールは代謝、免疫、覚醒などを調整し、ストレスに適応するために重要なホルモンです。つまり HPA 軸はストレスがかかった時に体をストレス対応モードへと切り替えるシステムと考えると分かりやすいと思います。ただしこのシステムは働き続ければ良いわけではありません。通常はコルチゾールが増えると視床下部や下垂体に負のフィードバックがかかり CRH や ACTH の分泌が抑えられます。この仕組みによってストレス応答が過剰に続かないように調節されています。一方で慢性的なストレスや調節異常が続くと、このフィードバックがうまく働かず HPA 軸の反応が過剰になったり逆に鈍くなったりすることがあります。このような HPA 軸の調節異常は不安やうつ症状に関与する可能性があると考えられています。また幼少期の養育環境や早期ストレスが HPA 軸の反応性を長期的に変化させる可能性も報告されています。このように HPA 軸は単なるホルモン経路ではなく、ストレスに対する脳と体の反応を調節する中心的なシステムです。そしてこの HPA 軸の過剰なストレス応答にブレーキをかける仕組みの一つとして
次に説明する GABA-A 受容体と神経活性ステロイドが重要になります。それでは次に、神経活性ステロイドが GABA-A 受容体を介してどのようにストレス応答を抑えるのかを見ていきます。左側の図では、ストレス刺激によって視床下部の CRH ニューロンが活性化している様子を示しています。CRH ニューロンが活性化すると CRH の放出が増え、その下流で ACTH、コルチゾールへとつながる HPA 軸が活性化します。中央の図が今回のポイントです。CRH ニューロンの活動は GABA 作動性の抑制性入力によって調節されています。GABA が GABA-A 受容体に結合すると、クロライドイオンが細胞内に流入し、ニューロンは過分極します。その結果、神経活動が抑えられ、CRH 放出も抑制されます。ここで重要になるのが、アロのような神経活性ステロイドです。神経活性ステロイドは GABA-A 受容体にアルステリックに作用し、GABA が結合した時の受容体応答を増強します。つまり GABA による抑制性のブレーキをより強くかける方向に働きます。その結果、右側に示すように CRH、ACTH、コルチゾールの過剰な上昇が抑えられ、HPA 軸の過剰なストレス応答にブレーキがかかります。ここで大事なのは、神経活性ステロイドはストレス応答を完全に止めるわけではないという点です。必要なストレスは残しつつ、過剰な興奮や不安反応を抑える方向に働くと考えると理解しやすいと思います。ここからは神経活性ステロイドの研究がどのようにズラノロンの開発につながっていったのかを時間軸で見ていきます。まず左側の1930年代から1980年代にかけては神経活性ステロイドの研究の始まりにあたります。アロはもともとステロイド代謝物として知られていましたが、その後脳内にもステロイドが存在すること、そして一部のステロイドが神経活動を素早く変化させることが明らかになっていきました。特に重要だったのが、アロが GABA-A 受容体の働きを強めるポジティブアロステリックモジュレーターとして作用するという発見です。次に1990年代から2000年代初期にかけて GABA-A 受容体との関係がさらに詳しく研究されていきます。GABA-A 受容体にはシナプスに存在する受容体とシナプス外に存在する受容体があります。シナプス型の受容体は GABA が放出された瞬間に働く速い一過性の抑制に関わります。一方でシナプス外の GABA-A 受容体は神経回路全体の興奮性を持続的に下げるトニックカレントに関わります。神経活性ステロイドはこのシナプス型とシナプス外型の両方の GABA-A 受容体に作用しますが、特にシナプス外受容体を介した持続的な抑制トーンへの関与が注目されました。この考え方が後の3号図の病態理解につながっていきます。次に2000年代には妊娠・出産に伴う神経活性ステロイドの変化と GABA-A 受容体の再調整が気分やストレス応答に関係する研究が進んでいきました。
妊娠中にはプロゲステロンやアロの濃度が高くなりますが、分娩後にはこれらの神経活性ステロイドが急激に低下します。通常であれば脳の GABA-A 受容体システムはこの急激な変化に合わせて再調整されますが、この再調整がうまくいかない場合に持続的な抑制トーンが乱れ、ストレス応答や気分の不安さにつながる可能性が考えられるようになりました。ここで産後うつを心理的な問題だけではなく、神経活性ステロイドと GABA-A 受容体の再適応の問題として捉える視点が醸成されました。この考え方をもとに、アロそのものを薬として使う治療薬、ブレキサノロンが開発されました。ブレキサノロンは難飲性のアロと同じ成分を静脈内投与する薬です。ブレキサノロンは2019年に産後うつに対する初の特異的治療薬として FDA に承認されました。これは産後うつ治療において大きな転換点でした。ただし、ブレキサノロンには大きな課題点もありました。投与には60時間の持続常駐が必要で、さらに強い眠気や意識消失などに注意するために、レムスと呼ばれるリスク管理プログラムの下で医療機関で管理する必要がありました。つまり、有効性が期待される一方で、患者さんにとっても医療現場にとっても使いやすい薬とは言いにくい面がありました。そういった背景から、ブレキサノロンは2025年に販売中止に伴う承認取り下げが行われました。そこで次に目指されたのが、同じ神経活性ステロイド系の作用を持ちながら経口投与できる薬です。2019年から2021年頃にかけて、経口薬として使える次世代の GABA-A 受容体パムであるズラノロンの臨床開発が進んでいきます。ズラノロンはブレキサノロンと同じく GABA-A 受容体を増強する薬ですが、経口投与が可能で短期間の治療コースとして設計された点が大きな特徴です。この時期に産後うつや大うつ病を対象とした臨床試験で抑うつ症状の改善が検討されていきました。そして2022年から2023年にかけて、バイオジェンとセージセラピティクスによってズラノロンの承認申請が進められます。その結果、2023年アメリカ FDA はズラノロンを成人の産後うつに対する初の経口治療薬として承認しました。これは産後うつに対して医療機関での長時間常駐だけでなく、経口薬という形で治療選択肢が広がったという意味で非常に大きな出来事でした。一方で、アメリカにおいては大うつ病性障害 MDD に対する承認はこの時点では認められませんでした。ズラノロンにも注意点があります。経口薬で使いやすい一方で、眠気、めまい、疲労などには注意が必要です。また、服用後少なくとも12時間は運転や危険作業を避けることや、アルコールや他の中枢抑制薬との併用に注意すること、妊娠中や授乳中の使用については医師と相談することが重要です。このようにズラノロンはアロという難飲性の神経活性ステロイド研究から始まり、GABA-A 受容体の抑制トーンに注目した病態理解、
ブレキサノロンによる臨床的な実証、そして経口薬ズラノロンへの改良という流れで生まれてきた薬です。それではここでズラノロンの標的である GABA-A 受容体についても説明していきます。GABA-A 受容体は GABA が結合することで開口し、クロライドイオンを投下するイオンチャンネルです。中枢神経系における速い抑制性神経伝達の主要な受容体として考えられています。GABA-A 受容体はアルファ、ベータ、ガンマ、デルタなど19種類のサブユニット遺伝子から構成される母量体構造をとります。そしてサブユニットの組み合わせによって多様な性質を持つ受容体が作られます。代表的な構成は α1、β2、ガンマ2でシナプス型 GABA-A 受容体として広く発現しています。シナプス型の GABA-A 受容体はシナプスで GABA が放出された時に生じる速くて一過性の抑制性電流を担います。この電流をフェージックカレントと呼びます。代表的な GABA-A 受容体ポジティブアラストリックモジュレーターであるベンゾジアゼピンは主にガンマサブユニットを含むシナプス型 GABA-A 受容体に作用します。一方で α4、β3、デルタのようなデルタサブユニットを含む構成はシナプス外に存在する GABA-A 受容体として知られています。シナプス外の GABA-A 受容体は低濃度の周囲の GABA によって持続的に活性化されます。その結果として生じる持続的な抑制性電流をトニックカレントと呼びます。このトニックカレントは神経回路全体の興奮性を下げる持続的な抑制トーンとして働くと考えられています。そしてこの持続的な抑制トーンが今回のテーマである産後うつの病態を考える上で重要になります。神経活性ステロイドはシナプス型とシナプス外型の両方の GABA-A 受容体を増強します。その中でも特にデルタサブユニットを含むシナプス外受容体を介したトニックカレントへの関与が注目されています。それでは最後に産後うつとトニックカレントの関係を整理していきます。左側にフェージックカレントとトニックカレントの比較を載せています。先ほども述べましたが、フェージックカレントはシナプスで GABA が放出された時に生じる瞬間的な抑制です。神経細胞同士の情報伝達をタイミングよく制御する役割を持ちます。一方、トニックカレントはシナプス外の GABA-A 受容体が持続的に活性化されることで生じるベースラインの抑制です。これは神経回路全体の興奮しやすさを調整する持続的な抑制トーンと考えられています。次に中央の図で妊娠中から出産後にかけた変化を見ていきます。妊娠中はアロなどの神経活性ステロイドが高い状態になります。神経活性ステロイドは GABA-A 受容体の働きを強めるため、脳は過剰な抑制を避けるように GABA-A 受容体システムを調整していると考えられています。しかし出産後にはアロが急激に低下し、そのため GABA-A 受容体側も産後のホルモン環境に合わせてもう一度バランスを取り直す必要が出てきます。この調整がうまくいけば神経回路の抑制トーンは保たれます。一方で
この調整が十分でない場合、アルの低下によって緑性トーンの低下が引き起こされ、神経回路が興奮しやすくなったり、HPA 軸を介したストレス応答が不安定になったりする可能性があります。このような視点から3号うつでは、神経活性ステロイドの急激な低下だけでなく、その変化に対して GABA-A 受容体システムがどのように再調整されるのかが重要なポイントになります。そして右側には、この考えをもとに開発されたブレキサノロンとズラノロンの図を示しています。これらの薬はシナプス外の GABA-A 受容体の機能を高めることで、低下した抑制トーンを補い、神経回路の安定化に寄与すると考えられています。このように GABA-A 受容体を介した抑制トーンの回復により、神経回路を安定化させるメカニズムが速やかな症状改善に関与すると考えられています。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。本日の動画はこれで終わりです。参考にした文献や資料は動画の概要欄に記載していますので、深掘りしたい方は参考にしてください。今後も新しい薬が開発された背景やその薬の特徴に着目して、創薬に携わっている方や学んでいる方の参考になる情報を発信していきたいと思っています。次回の動画も楽しみにしてもらえると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。